6000人達成だよ。今日はお祭り企画としてブニョロをプレイします。今は EU5 の動画を出した方が伸びそうですが、 EU5 はね、PC のスペックが足りなかったんです。広告収入で新しい PC が買えるまでお預けかな。ちなみに初日の収益は39円だったよ。新しい PC を買う前に EU6 がリリースされそうですね。さて、今回のプレイ方針について話しましょう。いつもはある程度再現性のあるルートを選んで動画を作成しています。各国の進め方解説として序盤の比重高めで作ってますからね。今回はお祭り企画なので再現性無視でブニョロの限界を攻めます。限界を攻めた結果、破滅もあるかもね。前回のブニョロの動画は V1.9.7 でしたっけ？その時から何か変更はありますか？結構違いがありますね。まずはここ、すぐ北のアーチョリ。ほら、文献化国家に変更されてます。時間をかけて植民しないといけないから海への到達時間が遅れますね。文献化国家は他にも増えてまして、エチオピアの南端もです。隣も文献化国家に変わっていて、下からのアクセスは阻まれてますね。エチオピアルートが解約されているのに余裕に見えるのはなぜです？それは今回はですね、ザンジバルルートを使うから大丈夫なんです。内陸に文献化国家が増えたのと逆で、沿岸部は未承認の小国に変わりました。多分イギリスの領土拡張を制限するためのバランス調整なんですが、軍隊が1しかいない小国、ここを落とせるとしたらどうです？海への脱出がだいぶ加速できますね。はい、こちらの小国を共闘補にしてオマーン領ザンジバルを倒すのが今回の計画です。方法は後のお楽しみ。かなりインチキ臭いやり方ですが、方針は分かったので初期設定を始めましょうか。政府にも違いがあって、農村民が非主流派からのスタートです。初手こ作農ができませんね。はい、変えられる箇所がないのでしばらく法律は変更しません。研究は前回と同じく最初に製造工場、その次が植民地化と中央集権化、あとは学術と思想のアンロックを入れます。布告の設定はこの2つ、他はまだアンロックされていないので、政権は後で職業軍人と宗教学校を制定するので訓務と信者を加えておきました。そして初期建設はこちらを設定しました。軍隊に将軍を追加しておきます。ちなみに前回は開始直後に隣に攻め込みましたが V1.11 では負けます。最初に騎兵を追加予定です。もう序盤から全然違いますね。最後は関係改善です。最後に攻める2国に関係改善と、あとはエジプトとイギリスにも入れておきましょう。設定終了ですね。では私は一旦下がります。はい、植民地の作成後にまた呼びますね。ではこれから周辺国の併合を始めるわけですが、まずは軍の規模を2倍にします。追加するのは騎兵です。砲兵はアンロック前なので、最低ランクの騎兵は穀物のみ消費します。さて、兵舎の建築を割り込み設定したら兵士が集まるまで待ちます。金準備は溢れてしまいますが、商人の勢力拡大に期待して最初から施設を民営化しておきます。 V1.9 では兵士の雇用に不具合があり、兵員数の増加に長い時間が必要でした。現在は修正されているので騎兵の準備もすぐ終わります。では南のアンコーレに攻め込みます。以前と違って AI 国家は無謀な突撃をしてこなくなりました。防御で待っていても睨み合いが続くだけなので攻撃を開始します。最初に軍拡したので余裕がありますね。まずは1勝。よし、工場がアンロックです。連戦します。次はカラグエです。開戦までの待ち時間で工場の建設予約を追加しておきました。最初に軍拡してしまえば後の征服は V1.9 より楽ですね。2戦目も勝利。2つ目の州を獲得したので編入と布告の設定をします。はい、止まらず連戦します。次はルワンダです。連戦、連勝です。すでに周辺国を圧倒する軍事力を有しているので
アフリカ5個一帯を統一してしまいましょう。外交官を追放して征服します。まずはブガンダ。そしてブルンジにも勝利。はい、周辺国の併合までコンプリートです。はい、次の目標は、植民地法を改正して植民を開始することです。前提となる研究がまだ終わっていないので、それ以外の準備を進めておきましょう。まずは軍隊の解体です。しばらく戦争はないので、最小限を残して解散します。戦時中に増額していた軍人の給与も通常レベルに戻します。建設局も徐々に増やしていきましょう。まずは1件増築します。行政府がアンロックです。これで行政力のマイナスが解決しますね。まずは各州に2件ずつ建てておきます。では法制定にも着手しましょう。最初にやるのは移住法です。植民地の人口増加のために国境閉鎖を撤廃します。反対なしでストレート可決しました。次は 5% を超えた知識人を内閣に入れて法の制定を進めます。濃度制が変更できますね。小作能を制定します。とりあえず全種類の工場が完成するのを待ってます。宗教学校がアンロック。これで学校も作れますね。やった。小作能の制定が成功しました。さて、植民地化の研究完了までまだ時間があるので、宗教学校の制定を先にやっておきます。反対派がいないので、すぐ制定できるはず。国内市場は工具の生産が始まったところです。宗教学校の制定が成功しました。さて、植民地化の研究完了まであと少しです。植民賛成派の軍部を政権に入れておきます。植民地化、アンロックしました。植民地搾取の制定を始めます。交代 0% なので、すぐ制定できそうですね。建築は、行政府用に紙を準備しています。植民地搾取の制定が成功しました。次の法の制定は、植民地の治安維持のために現地警察です。ゆかりさん、出番です。今から私、コンゴに出かけるので、留守をお任せします。何をするために？コンゴの植民地で、陸軍と海軍を編成して、外から沿岸部を征服します。そんなことできるんですか？孤立地域の制約はありますが、できます。じゃ、関心が有効になったので、行ってきます。そちらは、内側から海を目指してください。というわけで、コンゴにやってきました。ちなみに、本国から孤立した植民地は、一切成長しません。港の付近のわずかな土地だけが、今利用できるコンゴ領の全てです。というわけで、コンゴへの関心はもう不要なので外します。代わりに、エチオピアに張り替えましょう。さて、孤立した地域なので、州内で自給自足が必要です。まずは、伐採所と各種農業施設を建設して、最低限生きていける環境を構築しましょう。こちら本国です。研究順序を見直して、造船所のアンロックを前にしておきますね。中央集権化がアンロックしました。紙の生産が始まっているので、行政府をアップグレードします。そして、増えた行政力で、植民機関をレベル2にします。国内市場が育ってきたので、そろそろ消費税の徴収を始めましょう。現地警察が制定されました。さらに消費税を追加して、赤字を解消しておきます。さて、カメルーンはどんな感じですか？カメルーンです。孤立地域なので、施設の製法を原始的なものに再設定しています。社会不安が高いので、市民権を緩めてください。了解です。人種隔離を制定します。それから、道路整備の布告がアンロックされているので、設定しておきますね。あかりさん、造船所がアンロックしました。はい、造船所と港の増築に着手します。そして、カメルーンの伐採所で、船の材料の鋼材の生産を開始します。人種隔離の制定が成功しました。それから、警察をレベル2にして、社会不安を抑えますね。レベル2では抑えきれそうもないので、武力鎮圧を併用します。それから、人的資源確保のために、各種施設への補助金を申請します。よし、人口は増加に転じました。これで兵士を確保できます。順調ですね。こちらも、国家の近代化を進めておきます。船が余っているので、漁港をアップグレードします。
よし、軍用造船所と海軍基地がアンロック。軍用造船所の建設に着手します。任命制の官僚の制定、廃案でした。軍用造船所の完成前に陸軍を編成しておきます。ここは鉄が取れないので非正規歩兵しか作れません。つまり時代が進んで敗戦相手が戦列歩兵化する前に叩く必要があります。お、職業軍人がアンロックしました。制定を始めてください。では、職業軍人を制定します。大学がアンロック。2軒建設しておきます。こちらは海軍の編成を始めています。ちなみに軍用船は材料に鉄を使います。材料不足で軍用造船所が停止する前に作り切ります。鉱山がアンロックしました。工具の増産と石炭鉱山の建設を入れておきます。規模3の遠征軍が準備できました。それでは進行を開始しましょう。モザンビークに海軍を派遣します。農本主義がアンロック。でも今は職業軍人が優先ですね。砂糖農園であれば動員オプションのチョコが有効化できるので建設しておきます。最初に狙うのはザンジバルの南側の軍備です。おっと、ちょうど内戦が起きて敵軍がゼロになりました。始まりました。メリナ王国が加勢してますが海軍ゼロの軍なので問題ないです。上陸作戦を実行します。これは無血占領ですね。勝利。早速編入しましょう。2年で編入が終わります。さっきは敵の内戦に助けられた感もありましたね。次に行く前に騎兵を追加して攻撃力を底上げします。職業軍人の制定が成功です。そして戦列歩兵がアンロック。ゆかりさん、本国の戦列歩兵化は進めておいてください。騎兵が準備できたので次に行きます。ソマリランドに隣接するミトゥを倒します。問題なく防衛軍を削れてますね。勝利。続けてモンバザです。おっと、メリナ王国が海軍を作り始めてますね。これ、もう少し遅れると上陸できなくなるところでした。勝利。ひとまず、目的の小国を3つとも征服できました。では、戦列歩兵にアップグレードするために、鉄鉱山と武器工場の建設を予約します。陸軍のアップデートで支出が増える分は、富国を消費税に切り替えてカバーします。後から増えた施設にも、民営化の指定をします。そして、条約締結にデバフが入る孤立主義から、自由貿易への変更にトライしましょう。遠征軍は、ソマリランド侵攻の準備を始めます。まずは、沿岸州で兵舎を建築して、軍の規模を拡大します。あ、ゆかりさん、自由貿易の制定と独立保障の締結を急いで。できることから地道に進めます。キニーネを目指して社会の研究を進めます。遠征軍を10大隊まで拡大できました。次は補給網の増強です。港を建設します。準備 OK。ゲルディに宣戦布告します。よし、自由貿易が通った。これで外交しやすくなりますね。戦線は優勢表示ですね。開戦です。敵の援軍は飛び地で派兵できないので無視して OK。勝利。一箇所取れたらだいぶ楽になります。次はマジェルテーンです。一つ目の鉄鉱山が完成。工具工房と伐採場をアップグレードします。インフラ枯渇に備えて研究予約に鉄道を入れておきます。開戦です。敵の援軍到着前に速攻で片付けます。勝利。連戦します。ワルサンガリです。あっさり勝利。最後のイセックは途中で敵援軍に来てたので停戦明けまで待ちます。武器工場を建設中。戦列歩兵のアップグレードまであと少しです。文化的排斥の制定を開始します。武器工場が完成したので戦列歩兵にアップグレードします。本国で戦列歩兵が準備できたのでザンジバルに宣戦布告します。ここで秘策を発動。本国の戦列歩兵を動員します。すると同じザンジの戦線なので派兵できちゃうんですね。片道切符なので外に出した軍は戻れないのでご注意。はい、本国の戦列歩兵がいれば余裕です。ザンジバル軍は戦列歩兵なので今の方法でないと勝てないと思います。勝利。よし、出口は確保できました。
孤立州の警告が5つ、だいぶ領土が増えました。ちなみに、孤立州同士では資源のやり取りはできません。隣の州の資源が使えれば、だいぶ楽なんですけどね。あかりさん、ロシアと独立保障の条約を締結できそうです。やった。最低限の保証は手に入れましたね。では、キレがいいので、パート1はここまでにしましょう。さて、パート2では領土を守りきれるでしょうか？ご期待ください。では、EU ご関係の近況報告を。初日はですね、言語選択から進まなくて遊べませんでした。夜も遅かったので、その日は諦めて寝ました。次の日、フォーラムを除いて、ランゲージ EN を引数指定する回避策を教えてもらいました。それでやっと起動できたんですが、どうやら VRAM が足りてない様子。一応は動作する感じですか？はい。序盤はとりあえず大丈夫みたいです。本格的なプレイは厳しそうですね。ですね。とりあえず、インプレッション動画を1本作成しようとは思ってます。まずは、このシリーズを完結させてからですね。はい。それでは、次回をお楽しみに。